どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。明日からもう4月や。早い、もんだね。新入生、新社員と新しい環境になる人も多いんじゃないかな。そんな新生活を迎える人に、リュウさんから一言。頑張れ。ざっくりすぎるやろ。いろいろと苦労もありますが、まあ、人生なんとかなります。あんまり気負うとやってられなくなるからな。人生、ほどほどに、が一番ってことや、なんとかなるな精神は、大人になればなるほど、重要かもしれへん。そんなわけで、今日のレビューはこちら、プリンセスコネクト、リダイブだよ。こないだ2期が終わりましたね。今回は1期のレビューだよ。2期までやっとるとはいえ、ソシャゲ原作のアニメやろ。不安しかないんやが。ソーシャルゲーム原作は、そのシステムの都合上、キャラ数がどうしても膨大になる。ガチャってシステムがあるゆえやな。ストーリーも長期にわたるものが多くて、それを1クールのストーリーで何とかしようとしたりすると、破綻することも多い。膨大なキャラと謎と伏線まみれのストーリーに振り回されちゃう感じやな。最近は、そういうこともあって前日短とかにしてキャラ数を削減したり、続きはゲームでにうまくつなげるような作品も増えてはきてるんだ。なるほど。以前に比べたら、ソシャゲ原作の欠点が改善されつつあると。だけど、この作品は違う。別に前日短じゃないし、キャラもすごく多い。大丈夫なんか？私、さすがだなって思ったんだよ。この作品の監督さんは金崎貴臣さんなんだ。この素晴らしい世界に祝福をでおなじみの監督さんだね。おお、まさかのこのスバの監督さんですか。そんな金崎監督だからこそギャグが多いんだ。なるほど。ギャグっていう媒体はキャラクターを使いやすいんだ。言い方は悪いけど、使い捨てにすらできるジャンルでもある。こち亀とかやと、単発のキャラとかが出て、話が進むことも多いもんな。特殊デカとか。ギャグっていうジャンルに落とし込むことで、ソーシャルゲーム原作特有の膨大なキャラをさばきつつ、基本はメインのキャラ4人に絞って物語が描かれてるんだ。おお、なんか期待できそうやん。主人公は何やら訳ありなんだ。1話冒頭から意味ありげなシーンが描写される。原作をやっていないアニメだけ見た人にとっては何かがあったことは察することができるけど、その何かはわからない。後で明らかになるんかな。そんな何かが起きた後に、主人公は記憶を失ってる。自分の名前以外のほとんどの記憶を失い、言葉も拙なく、一般常識すらないんだ。赤ちゃんみたいやな。主人公が神のような存在からこの世界に落とされ、そんな神の託戦を受けたコッコロが主人公を迎えに行くところから物語は始まるんだ。なんやろ、今のところフックになる部分はないんやけど。そんな彼を迎えに行くシーンの背景の描写が素晴らしいんだよね。このシーンだけじゃなく作品全体で言えることなんだけど、かなりのクオリティで背景は描かれてるんだ。おう、なんか寝っ転がりたくなる草原やな。ファンタジーな世界、キャラクターたちが住む世界の背景描写をリアルに描くことでファンタジーでありながらどこか現実的な感覚を生む新海誠監督の手法とまではいかないけど、彼らが生きる世界に生々しさすら感じるんだ。そんな生々しさ、幻想的な世界、何かがありそうで何かが起こりそうな雰囲気を漂わせる中で主人公は狼に噛まれてるんだ。くさ、いきなりギャグやん。カエルに飲み込まれてないだけ、某作品のヒロインよりもマシとは言えるんだけど、いきなり狼に主人公が噛まれた状態で始まる作品はそうはない。これが王道になったら笑いますよ。主人公はこの世界の常識も何もかも失ってる。そんな彼をまるで母のようにコッコロが海外しく世話をするんだ。常識を教え、衣食住を整え、彼を守ろうとしてる。母性の塊やな。だけど主人公は守られてるだけではないんだ。1話冒頭の段階ではお金の概念すらない。そんな彼がコッコロに守られながらもいろいろなことを知っていく。この世界の知識、言葉、お金や暮らし方、生きる上での大切なことを学びながら、彼なりに状況を理解し、何が大切なのかを学んでいくんだ。めっちゃ丁寧な感じやな。1話の中盤でもう一人の少女に出会う。それがペコリーヌ。胸部走行いらんぐらいでかい。彼女は汚れを知らない少女なんだ。純粋で無垢なる少女はあっさりと人に騙されて大事な剣を盗まれる始末。でも騙されたことすら自覚してない。ピュアピュアやな。汚れを知らない、悪を知らない彼女はどこか高貴な生まれであることすら感じさせるんだ。彼女がなぜ旅をしているのか、なぜ王冠のようなものをつけているのか、彼女の口からは何も語られない。めっちゃ気になる。コッコロとペコリーヌというこの世界で出会った二人の少女。そんな少女を守るために主人公も剣を振るうんだ。それは失ってしまった過去の記憶、かつて味わった後悔、もう誰かを失いたくないという思いが記憶を失っても魂に刻み込まれてるからの行動と言ってもいい。一体何があったんや。ソシャゲ原作アニメの場合、主人公はプレイヤーそのものでキャラに指示する立場の人間なんだ。だからこそアニメでは主人公そのものの存在を消したりすることも多い。ああ結構、そのタイプも多いですね。これとかなんか意味不可視やったわ。だけど、この作品はきちんと主人公の存在を描写してるんだ。主人公を主人公たらしめる要素をちゃんと描いてる。守られるだけの主人公、
決して強くはない。だけど、彼は彼なりに強くなろうと、守られるだけじゃない誰かを守る主人公になろうとしてるんだ。ええやん。なんか、すごいええやん。そんな彼だからこそ、周りに人が集まってくるんだ。コッコロ、ペコリーヌ、そしてキャル。キャル、彼女は、ペコリーヌの事情を知ってるんだ。他にも色々なことを知ってるけど、それを話すことはない。なんで？彼女は、本来なら主人公たちに敵対する立場なんだ。この世界で何かを企み、ペコリーヌを追い込んでいる側の人間、敵キャラとも言える存在をしたい。あの方と呼び、キャルにとってはそれが全てだった。全部意味深な感じやな。あのお方が私を認めてくれる、褒めてくれるわ。彼女は、誰かに認められたい、愛されたいと思ってるんだ。自分の存在価値を確立して、自分というものを確立しようとしてる。なんかわけありっぽいな。そんな事情があるからこそは、最初は、ペコリーヌたちに魔物をけしかけたりするんだ。だけど、そんな事情を知らずに、キャルはペコリーヌに守られる。自分がけしかけた魔物なのに、自分を守るために命を懸けて守ってくれる。ペコリーヌ、ええ子やな。何も知らない少女からもらった、ありがとうという感謝の言葉。そんな言葉をかけてもらったことすら、おそらくキャルは初めてなんだ。主人公やペコリーヌ、コッコロ、自分の命よりも誰かを守ろうとする彼らの行動に、キャルの心が揺り動かされていく。おお。日常が少しずつ積み重なっていくんだ。何も知らない主人公たちと、何かを知ってるキャル。そんな4人のアンバランスとも言える日常生活。家を手に入れ、魔物を倒し、田畑を耕し、一緒にご飯を食べる。そんな些細な日常、些細な幸福。幸せやな。今までキャルにはなかった誰かとの絆が彼女を少しずつ変えていくんだ。方って人に認められたいって思っての行動やったのに、そんなことせんでも自分を認めてくれる存在と出会ったんやな。基本的には、主人公、コッコロ、ペコリーヌ、キャルの4人がメインキャラとしてストーリーが描かれてるんだ。そんなメインキャラに対して、他のキャラはあくまでサブキャラで、彼女たちの日常にたまに関わってくる。顔芸とも言える日常ギャグからお約束ネタ。そんな幸せな日常の中でのコメディを描きつつ、いろいろな人と出会うんだ。顔芸は監督のお得意なんやな。このスバでも見たことある感じや。この作品、日常というか生活の描き方が秀逸なんだよね。生活？描き込まれた背景や、料理の描写のリアルさ、そんな中での生活の描き方が素晴らしいんだ。例えば、4は、住む家を手に入れて、そんな家をみんなで掃除して、家具を作り、必要なものを買いに行く、それだけなんだ。引っ越し初日って感じやな。だけど、それだけで面白いんだ。キャラクターたちの些細な日常、繰り返される日々の一日。だけど、そんな中で描かれるメインキャラのさりげない可愛さ。綺麗好きのキャルは、掃除をするために髪をくくって、ペコリーヌは、食事が大切だからこそ、自らテーブルを作る。そのキャラクターらしい行動が、そのキャラの魅力と可愛さになって、コミカルかつ、テンポよく描かれる日常から、生活感を感じさせてくれるんだ。なんやろ、キャラクターが生き生きしとる感じなんやな。その生き生きとしたキャラの魅力が、この作品の魅力でもある。街で、いろいろな人と出会い、時には体調を崩し、時には旅に出かけ、時にはキャンプをして、みんなでご飯を食べる日々。なんかありふれた日常が幸せにつながっとるって感じやな。だからこそ、かけがえのないものになっていくんだ。キャルには使命がある。本来なら、ペコリーヌを監視し、敵とも言える存在の協力をしなければならない立場にいる。だけど、そんな立場は分かってはいながらも、もう、ペコリーヌたちを、彼女は放っておけないんだ。キャルちゃん。最初はペコリーヌを殺すはずだった。だけど、かけがえのない日常の、日々の積み重ねが彼女を変えてしまったんだ。毎日幸せやったんやな。些細な日常の幸福と繰り返す日々を丁寧に描いたからこそ、キャルの感情と変化が見ている側に手に取るようにわかるんだ。使命よりも、宿命よりも、過去よりも、今が、そしてあの日々を大切なものになっていくからこそなんだ。これは、キャラに愛着湧いちゃいますね。サブキャラの出し方もうまいんだよね。出会いは、偶然だったりたまたま、通りがかったり、行きつけの店で出会うだけなんだ。そんな出会いはさらっと描かれる。そんな出会いからしばらく経ってサブキャラたちとの話が描かれるからこそ、唐突感みたいなのがあんまりないんだ。サブキャラがポットでのキャラやなく、少し前に会ったあの子やって感じで馴染み深いものになってるんやな。サブキャラによっては、出番が少ない子もいるんだけど、キャラ設定が、ピーキーなキャラも多くて、可愛らしいキャラも多くて、そんなサブキャラたちとの話もクスクスと笑えてしまうからこそ、サブキャラたちの印象もしっかりと残るんだ。すごいな。メインキャラでさえ印象薄い、ソシャゲ原作アニメが多い中で、この作品は、メインもサブも関係なく、きっちりと印象に残るんやな。戦闘シーンも素晴らしいんだ。結構、戦闘シーンは多いんだけど、グリグリと動くアクションとコロコロと変わるキャラの表情、そこに、大胆で派手な演出を織り交ぜることで見応えたっぷりな戦闘シーンが生まれてる。欠点らしい欠点がないやん。話が進むと、徐々に、主人公に記憶が呼び起こされていくんだ。それは、時に、夢という形で出てくる、最悪な過去、最悪な未来、起こり得た現実。
何それ？彼は、おそらく、何度も何度も味わったんだ、バッドエンドを。記憶を失っても、魂に刻まれた経験を、彼はもう味わいたくない。もう一度、次はハッピーエンドを手に入れたいという思いがある。一体何が？ペコリーヌの事情も終盤で描かれるんだ。彼女は、元気で明るくで食欲旺盛で、すぐに人に抱きつくような子なんだ。こんな魅惑のボディで抱きつかれるご褒美？だけど、彼女は、父と母、そして人々から忘れられた存在なんだ。家族を奪われ、立場も奪われ、居場所すら奪われた。何が、どうしてそうなったのかは、彼女にすらわからない。でも、すべてを失った。どえらい思いかこ。失ってしまったからこそ、彼女はもう一度手に入れた家族を、仲間を、居場所を、失いたくないと思ってるんだ。何度も何度も、彼女は、そこにあることを、失っていないことを確かめるように、大切な人を抱きしめてたんだ。慣れ慣れしいだけやないんか。そんな理由が。キャルは、そんなペコリーヌの事情は知っている。知った上で彼女に接し、彼女を倒そうとしていた。だけど、ペコリーヌに抱きしめられた彼女は、自分自身の存在価値と居場所を手に入れてしまったんだ。キャルちゃん。あのお方が全てだった。彼女の世界が変わった。繰り返される日々の中での成長と変化。それが、それぞれの決断へと繋がるんだ。全てを知った少年は、それでも、なお、力を振るい、全てを失った少女は、もう失わないために剣を振るい、何もなかった少女は、手に入れたものを守るために杖を振るう。何やこの名作。ただ、この作品気になる部分がないと言えば嘘になるんだ。ここまで完璧やったのに？いろいろな謎や伏線がほとんど明らかになってない。そういえば、主人公の過去とかキャルちゃんが言う、あのお方の目的とかペコリーヌちゃんがなんで忘れられたのかとか全然わからへんわ。そこら辺はほとんど語られない。あくまで物語は序章で、かなり割り切った作りにしてる。何もなかった少年と少女たちが自分たちの居場所を、幸せを、今を手に入れるストーリーが1クールで描かれてる作品なんだ。なるほど。序章のストーリーだけに的を絞って謎が明らかになる部分は、相手がっつりとカットしとる感じなんやな。この作品は2期も放送されたし、2期前提で作られた1期なんだろうね。だからこそ、私はあえてこの残っている謎や伏線を消化不良とは言わない。おう、2期で、その明かされてへん謎とかが明らかになってどうなるかめっちゃ気になるもんな。純粋に続きが気になるんだ。おそらくは繰り返されてるバッドエンドを主人公が抜け出し、どうやってハッピーエンドにたどり着くのか。 OP の歌詞の中にもあるハッピーエンドのその先を2期でどう見せてくれるのか気になるわ。すごくバランスがいい作品なんだ。基本的にはコメディタッチでギャグを入れつつキャラを描写しつつ、そんなメインキャラに関わるようにサブキャラを描きつつ、ストーリーを少しずつ進めて1クールで区切りのあるストーリー構成になってる。さすが金崎監督って感じやな。続きが気になるし、キャラも魅力的だから原作をインストールしたくなるけど、私はあえてせずに2期を見ます。リュウさんはそもそもソシャゲと相性悪いやろ。秋っぽいから1ヶ月続かないんだよね。課金した1週間後に辞めたりすることもある。せっかく課金したのに。ではまた次回。じゃん。